おはようございます。たかしです。それでは、ポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずは、ポンド円の冷やしからです。現在は冷やしダブルトップという話をしてましたね。ちょうどそんな感じでいいところまで下落してきました。ここからさらに下落するとダブルトップ完成でかなり大きく下落すると考えますが、今ちょうど GMMA に接触してきました。そこから本日は反発をしているところですね。ダブルトップ完成せずに否定していくのか、それともダブルトップを完成させてくるのかっていうところが今の注目ポイント。つまり GMMA の青帯を下抜けるのか、それともここから反発できるのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。現在は GMMA の青帯の下で推移しておりまして、ここが今上値抵抗となっております。本日一旦強く上昇はしているんですが、基本的には今下落してきて GMMA に接触してこういう風な下落を想定しております。ただ GMMA 上抜けてくると今までの下落を一気に潰してくる可能性がありますので、そうすると直近高値ぐらいまで196円ぐらいまでの上昇が考えられます。ただ196円は過去何度も跳ね返されているポイントですので、196円以上っていうのはちょっと難しいかもしれないですね。一度上昇しても196円ぐらいを天井と考えておくといいかもしれません。ストキャスティクスは上昇中ですので、本日 GMMA の青帯を上抜けてこれるかどうか、再び青帯で上値を抑えられて下落するのか、GMMA を上抜けてくるのかというところに注目です。では1時間足です。考え方は単純ですよね。まずは4時間足の GMMA がこの辺にありますので、ここを上抜けられるかどうか。ちょうど1時間足の GMMA もあるので、1時間足の GMMA を上抜けてくると、同時に4時間足の GMMA も上抜けていくと思いますので、考え方としてはこの GMMA に沿って下落トレンドが継続するのか、ここのところこういう動きをしてますよね。GMMA に沿って下落をしてきてますので、この流れが続くのか、それとも GMMA を上抜けてくるのかというところを見ておくと分かりやすいと思います。GMMA 上抜けるとこういう動き、上抜けられないと今の下落が継続という、すごくシンプルな考え方です。そして現在の黄色ゾーンっていうのは、ある程度の抵抗ラインにはなってきますので、なので本日はそこから反発しているんですが、ここを下抜けると結構大きく下がっていきますので、先ほど言っていたダブルトップを完成しに行くような動きなので、まずは192円ぐらいまでの下落が考えられます。ではドル円を見ていきましょう。こちらも GMMA 付近から下落をしてきているという動きですね。一度下がって、一旦上昇したんですが、GMMA で上値を抑えられて、こういう下落を現在想定しているところです。ただ、現在地っていうのはこの水平線ですね。過去この辺、ずーっと意識されているポイントですので、そこから今は一旦反発をしてきているところ、ここを下抜けるのか、下抜けると140円ぐらいまで下がっていくと思いますし、反発できるのであればこの白い水平線ですね。146円ぐらい、ここ、146円と142円の前半ぐらいのところで現在はこのレンジを想定しておくといいかもしれません。なので、中期的なアラートを仕掛けるのであれば、この中でのレンジ、今こうやって結構レンジ、ここは上抜けているんですけれども、ここもレンジですよね。ということは今この中でのレンジというふうに考えられますので、142.5 付近がここのライン、そして146円ぐらいがこのラインですので、この間でのレンジになってくるってことは、この辺とこの辺にアラートを仕掛けておくのがいいと思います。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、まだご利用でない方は一度お試しください。概要欄に URL を貼っておきます。登録は無料です。では4時間足です。4時間足は結構乱高下をしているんですよね。一度大きく上昇して下落するという、先ほどのレンジがこことここの間ですので、結構大きな値幅になっておりますので、現在はレンジ加減、ここから反発できるかどうかっていうところを見ておきたいです。もちろん下抜けると大きく下落していくと思いますので、下抜けるのか反発するのか、本日は一旦反発から始まってますが、基本的に4時間足の GMMA すぐそこにありますので、上がったところはこういう動きを想定しておきたいです。では1時間足です。基本的にはこちらも同じですね。ポンド円と同じように GMMA の青帯に接触してからの下落になっておりますので、それが継続するかどうか。現在は上昇してきましたが、ここから下落するのか、それとも GMMA を上抜けるのかっていうところですね。こちらはポンド円と全く考え方は一緒で、シンプルな考え方でできると思いますので、GMMA を上抜けるのか、GMMA から下落するのかという、その2択で考えておくと分かりやすいと思います。そして先ほど言ったように、この黄色のゾーンですね、142円付近を明確に下抜けると大きく下落すると思いますので、もし上昇方向でトレードされている方はご注意ください。142円を下回るかどうかっていうところは重要ポイントです。
それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と週末の限定動画で FX スキルを上げていけるような内容となっております。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。